どうもベルです。今回は、ドゥームステイの歩兵ヒーローの育成優先順位についてやっていこうかなと思います。つい先日のアップデートで、歩兵の新ヒーロー、宮本道一とリベンが実装されたんですけども、もう、どのヒーローから育てていけばいいのかっていうところですよね。悩まれている方も多いと思いますので、今回は用途別のおすすめヒーローと、あとはラッキールーレットとトップ司令官の総合ランキング報酬で取るべきヒーローについてお伝えさせていただいて、皆さんの歩兵ヒーローの育成の参考になれば嬉しいなと思います。では早速やっていこうと思うんですけども、このゲームの戦闘ヒーローの役割として、ラリーと駐屯と野戦、この3種類があるかなと思います。そして、現状は、歩兵でラリーを打つことはお勧めできません。ラリーはもう騎兵と射撃が頭2つくらい抜けていて、歩兵でラリーをする意味が現状ないので、逆に騎兵だと駐屯が事実上できなかったりするので、ラリーに適性がない歩兵が弱いということではなくて、各兵科ごとの特徴と認識していただくのが良いのかなと思います。では、その駐屯と野戦、双方の観点から見ていきたいと思うんですけども、まずは駐屯。駐屯で使用するヒーロー。それは歩兵で言うと、サンダーと、トムと、エディと、リベン。こちらの4名になります。一応、ライゴローも使用することはできるんですけども、この4名と比較して、かなり大きな差があるので、基本的には使用しない方が良いのかなと思います。そして、駐屯でキーとなっているのが、こちらのサンダーです。彼に苦しめられた方は、もう非常に多いと思うんですけども、もう彼は尋常じゃない回復効果を持っているので、サンダー駐屯と、それ以外との駐屯で、もう硬さが別次元で違うんですよ。このゲーム、なんやかんや、似た効果を持ってるヒーローって、いると思うんですけど、このサンダーって、もう唯一無二で、彼ほど高い回復力を持っていて、落とされづらいヒーローというのはいないので、シェルターの駐屯はもちろん、見張り台や大突戦でも、めちゃめちゃ活躍してくれます。正直、今後似たようなヒーローが追加されても、一人だったら、その相方として、活躍を見込んでいけますし、正直、これより回復力の高いヒーローを追加したら、なんかそれはそれで問題だと思うので、よほどのことがない限り、彼を使わなくなる日は来ません。仮に歩兵駐屯以外の場合でも、サンダーはもうバリバリ活躍していくので、歩兵のトップ司令官のヒーロー選択では、もうまず最初にサンダーを選択していただいて、彼を最優先で覚醒させていただくのが良いのかなと思います。で、同じトップ司令官の総合ランキング報酬で獲得できるリベンとエディも強いヒーローではあります。ただ、まずリベンは、火力寄りの駐屯ヒーローになるんですけど、あくまでサンダーがいないとそもそも活躍できないんですよね。サンダーで圧倒的な耐久力を確保してこそのリベンなので、まずはサンダーを覚醒させていただいて、その次に、リベンを育てていただくのが良いのかなと思います。そして、エディなんですけども、彼は駐屯を考えるならば、サンダーと組ませることが前提となるかつ、
別にエリーである必要なくないとなってしまうんですよね。サンダーで駐屯するとき、さらに硬さを上げていきたいならば、トムと組ませるべきですし、火力が欲しくて、育てやすさ。正確に言うと、汎用性を考えるならば、ルイと、組ませるべきですし、それより育成難易度は上がるけども、しっかりと火力を取っていきたいのであれば、ビクターだったり、先ほどご紹介したリベンを、使っていくべきなので。で、そうなるとエリー、わざわざ駐屯で使う意味ってなくて。で、そうなると、エリーよりも、しっかりと駐屯で使っていけるリベンを、サンダーの次に、育成していただくのが良いのかなと思います。では次に野戦ですね。こちらについて、考えていきたいんですけども、もう歩兵の野戦部隊といえば、もう決まってます。アダットと宮本。こちらの部隊です。野戦で、火力を出したいんだったら、もうこの部隊一択なので。で、この部隊の強みは、高い火力と、移動速度を、兼ね備えていることにあるんですけども、このゲームの戦闘って、めちゃめちゃ移動速度が大事で、ピンチになった時に逃げれるかというのと、逆に相手が逃亡した時にしっかりと追撃できるか。ここにかかってます。で、実際に戦う時に、相手を追い詰めたと思っても、相手の足が速くて逃げられてしまうということは、よくあるんですけど、このアダット宮本部隊だと、そういうことはかなり起こりづらくて。あとはこの部隊、戦闘デビューされる方にもめちゃめちゃおすすめです。このゲームの戦闘って、一瞬のミスが致命的になってしまって、押し引きのタイミングを間違えたりすると、相手の何十部隊からもう袋叩きにされてしまって、一瞬で殲滅されちゃうんですよ。ただ、この部隊であれば、動き出しが少し遅れても、それをカバーできる移動速度を持ってるので。あとは、大規模な部隊、大規模な戦いではなくて、相手がラリー部隊を集めているところを襲ったり、相手の孤立した部隊を襲うときとかって、本当に移動速度勝負になるので、そういう時にも、こちらの部隊は活躍していきます。他に、ベラスベンとか、移動速度や、追撃性能に特化した部隊が完成している方は、そちらでも全然いいんですけど、まだ、高い火力と追撃性能を、兼ね備えた部隊を、作っていない方は、ぜひ、このアダットと、宮本部隊を、育成していただくのが良いのかなと思います。で、このアダットと宮本は、ラッキールーレットで、入手していけるんですけども、アダットは、比較的早くに、デイリーブースターで、購入していくことができます。こちらですね。なので、課金されている方は、アダットをデイリーブースターで集めていただいて、宮本をラッキールーレットで集めていただくのが良いのかなと思います。また、ラッキールーレットで同じく選択できる、ロバートなんですけども、彼はおすすめできません。彼はトップ司令官で出てきたエリーと組み合わせて、エリー・ロバートの野戦部隊で使っていくことにはなるんですけど、彼らってめちゃめちゃ受動的なヒーローで、こちらから攻撃しても大して強くないんですよ。彼らは相手から攻撃された時にこそ進化を発揮します。カウンターダメージや持続ダメージを与える、炎症効果で、
削っていくヒーローなので、こちらですかね。こちらですね。ただ、ここで、大きな問題があって、彼らの進化を発揮するには、相手から攻撃されなくちゃいけなくて、仮に集中攻撃されても、耐えれるだけの強さが必要なんですよ。正直、私が今、彼らを二人覚醒させて使ったとしても、大して強くありません。彼らの進化を発揮することができる人って、もう、パーツをフルカンストさせるクラスのトップランカーなんですよ。トップランカーのエディ・ロバートを攻撃すると、相手から、基本攻撃もスキル攻撃も受けてないのに、受けてなくて、こちらが基本攻撃とレイジスキルを一方的に叩き込んでいるのにもかかわらず、相手のカウンターダメージと炎症効果で、こちらの方が被害を受けるという、なんかとんでもなく悲惨なことが起こります。これやばくないですか？ただ、それって、その人がもう10部隊以上から一方的にスキル攻撃食らっても全然耐えれるっていう化け物じみた強さがあってこそなので。で、このエリー・ロバートについては、自分自身で使うというよりも、相手が使ってきた時になるべく攻撃しない。相手の強いエリー・ロバートの処理は、味方の強い人に任せましょう。もう相手と差がある場合に攻撃してはいけない部隊ランキング、圧倒的ナンバーワンなので、ぜひ、気をつけていただければと思います。また、歩兵部隊には、もう一部隊ありまして、それはどのような部隊かと言いますと、バフ部隊です。こちらのビアンカを軸とした部隊になるんですけど、ビアンカは、歩兵ヒーローではないんですけども、このビアンカのバフを活用していくための部隊っていうのは、基本的に落とされづらい歩兵で組んでいきます。で、そうなると、このビアンカ、誰と組ませるべきかというところなんですけども、基本はトムと組み合わせて使います。ビアンカを使うときに、最も大事なことって、相手から落とされないこと。そして狙われないことなんですよ。一応耐久力という面で見ると、サンダーの方が上なんですけど、サンダーってあくまで軽傷部隊を回復させているのであって、負傷兵自体はどんどん増えちゃうんですよ。で、なおかつ、サンダーとビアンカで組み合わせたときに、この部隊、あまりに火力がなすぎて、もはやサンドバッグになっちゃうので、そうなると、ある程度の火力と耐久力があるトムが、最も適任になるのかなと思います。で、一応、このアダットビアンカという選択肢もあるんですけど、なんか仮にアダットリーダーの部隊となると、相手からすると、アダット部隊、イコール火力がある。すなわち、優先して落とさなきゃということになるので、狙われやすくなっちゃうんですよ。で、アダットは、覚醒させると、味方に非スキルダメージ減少バフを撒いていくことができるので、それも相まって、一見相性良さそうなんですけど、回復効果を持っているわけではないので、どうしても硬さがない点。そして何より、アダット、せっかく育成したんだったら、宮本と使って、バンバン火力役として使いたい方がほとんどだと思いますし、その方がぶっちゃけ強いので。そうなると、アダットと組ませるのはあまりないのかなと思います。また、あれですね、リベンビアンカという選択肢もぶっちゃけありです。リベンは、シールド効果と、防御と HP バフ。こちら持ってますので、あとはレイジスキルで、それなりの火力を兼ね備えているので、
元が駐屯ヒーローとして生まれてきたこともあって、守り寄りとはいえ、バランスの良いヒーローなんですよね。彼女を覚醒させて、ビアンカと組ませて、バフ部隊と、していくのもいいと思うんですけど、駐屯についてのすみません、駐屯についての解説の時に、リベンについて、お話しさせていただいたと思うんですけど、まず、リベンを育てる前に、サンダーを覚醒させるべきなんですよ。そして、サンダーを覚醒させた後に、リベン覚醒させるのって、だいぶ時間かかりませんか？彼女、野戦以外の活躍で言えば、火力役の駐屯なんですけど、ちゃんと活躍できるのって、大都市や見張り台の駐屯なので、そこでリーダーをする人と、かつ、レジェンドのかけらが、めちゃめちゃ余裕がある人だったら、まあ、レジェンドのかけら使って、覚醒させていくのもいいと思うんですけど、まあ、基本的には、トップ司令官の総合ランキング報酬のみで上げていくので、今後、新しい歩兵ヒーローもまた来ると思うので、そうなるとなかなか厳しいところなのかなと思います。では、大本命のトムについてなんですけども、トムは、昔はラッキールーレットだったり、デイリーブースターで入手していけたんですけど、少し前のヒーローシステム変更で、逆に入手が大変になったヒーローなんですよね。ヒーローのコード創作の方で入手できるようになったんですけど、なかなかこれで大量入手していくのって大変じゃないですか。ただちょっと、今私はちょっと使っちゃって、今持ってないんですけど、同盟リーグの、同盟ランキング報酬とかで入手できる、レジェンドヒーローのかけらのアルカルトボックス。それは、こちらのコード創作で、入手できるヒーローのかけらが、選択できるアラカルトボックスなんですけども、そちらでも、トムのかけら入手していくことができますので、なんやかんや、片手間で育てていくことができるのかなと思います。またトムは、駐屯時にも大活躍で、現状、最も硬い駐屯って、トム・サンダーで駐屯することなので、今後も活躍を見込んでいくことができますので、ぜひ、コツコツ育成していただくのが良いのかなと思います。はい。ということで、こちらで歩兵部隊についての、解説は以上になるんですけども、駐屯のために、サンダーをトップ司令官で集めていく。そして、野戦で火力部隊として活躍させるために、デイリーブースターでアダットを集めていきつつ、ラッキールーレットで宮本を集めていただくのが良いのかなと思います。レジェンドのかけらは、他の陛下のヒーローとの、兼ね合いもあると思うんですけども、この3人になら、全然使っていって良いのかなと思います。あとは、駐屯と、トム・ビアンカのバフ部隊、どちらでも活躍できるトムも非常に育成がお勧めできるのかなと思います。また今回は、アダット宮本部隊と、トム・ビアンカ部隊を、野戦部隊としてご紹介していったわけなんですけども、このゲームの一度に出せる部隊数って、最大5部隊になるので、仮に騎兵部隊と射撃部隊を2部隊ずつ組むんだったら、歩兵部隊って1部隊になっちゃうんですよ。なので、騎兵部隊と射撃部隊との兼ね合いも考えて、育成する部隊を決めていただくのが良いのかなと思います。はい。では今回の動画はこの辺りで締めたいなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回は、今回も少し触れた最新歩兵ヒーローのリベンについての詳細解説をやっていこうと思ってますので、ぜひそちらもご視聴いただけると嬉しいなと思います。
では、バイバーイ。